今回は季節の変わり目に起こりやすい症状とか対策っていうことでお話をしたいと思います。季節の変わり目とは、春、夏、秋、冬ね、そうですよね。なんとなくこの季節の変わり目ってちょっと調子悪いなっていう時ないですか？ありますね。ねなんとなく体がだるかったりとか、うん頭痛がしたり、ありますよね。しっかりと冬になっちゃえばなんかそれなりに対策も考えるしいいんだけど、暑くなったり寒くなったり、なんかこういう時って体の不調を感じますよね。なぜそれが起こってるのかっていうメカニズム、そして出てくる症状についてまずはおさらいをしましょう。はい、こちら見てください。春夏秋冬変わることによって当然気温や気圧が不安定なったり変動するわけですよね。そういった時一番困るのは私たちの体の中の自律神経の調節が乱れることです。はい、こちらメカニズムを3つ書きました。はい、第一に今言った自律神経の乱れ。自律神経とは交感神経と副交感神経のことですね。頑張るっていうことと休むっていうことをうまくできないとこれが乱れていくわけですよね。はい、それによって結果的にだるさや、M さんもあるような疲労感や頭痛、そしてめまいやふらつき、本当にひどいとですね、当院に来る患者様、もう診察室入ってくる時からゆたゆたみたいな感じでフラフラしちゃったりもします。もちろん内耳といって耳の問題もあったりはするんですが、一方でこの自律神経によるめまいふらつきっていうのも非常によく見かける症状なんですね。では2番目、筋肉の緊張、血流の低下が起こりますと頭痛、肩こり、腰痛になります。特に弱いのどこですか？前に勉強しましたね。はい、首、腰、足ですね。はい、血流が悪くなりやすいところ、この3つの場所を保護することが大事です。後で対策をお話します。3つ目のメカニズム、これはホルモン、脳内物質の変化。脳内物質っていうとちょっと難しく聞こえるかもしれないんですが、皆さん次の2つのホルモンよく聞いたことあると思うんですよ。読んでください。セロトニン、メラトニン。はい、まずセロトニン、気分の不調、なんとなく気持ちが乗らない、頭痛、眠気にもなります。実はこのセロトニン、別名があります。読んでください。幸せホルモン、安定ホルモン。そう、幸せホルモンって聞くとなんかこう親近感というか、セロトニンとか言っちゃうと難しいけど、幸せホルモンって聞くと分かりやすいじゃないですか。まさに幸せホルモンなんですよ。こんな感じね。はい、気分調節、痛みの調節、睡眠の調節、食欲の調節までしているんです。体の中って不思議ですよね。そういったホルモンがちゃんとうまく出ることによって人間が人間らしく、生活できるように体を整えているわけなんですけれども、一方この幸せホルモン、安定ホルモンであるセロトニンがうまく、出すことができなくなると気分が不快になったり、変動したり、痛みに強く反応するようになったり、うまく睡眠が取れなかったり、食欲が異常に出たり逆になくなってしまったりするわけです。で、この幸せホルモンは実は太陽光と非常に影響している。太陽光を浴びることでうまくセロトニンが出るので、毎日寝たり起きたりの時間がバラバラになったり、変な時間に起きたり、自分の毎日の生活が規則正しくないと太陽光をしっかり浴びることができないことによってセロトニンの分泌が悪くなったり乱れたりします。はい、とっても大事なのでセロトニン注意してください。はい、もう一つのメラトニン、これは別名眠りホルモン。
眠りホルモン、わかりやすくないですか？わかりやすいです。はい、メラトニンがあるから眠れるわけです。じゃあメラトニンが出なかったら眠れなくなります。不眠ですよね。ということで脳内の大切な物質っていうのもちょっと意識しておきましょう。わかりました？メカニズムについては。わかりました。はい、なぜ季節の変わり目に体調が悪くなるのか、それなりにしっかりと原因があるということですね。はい、では次、対策に入ってまいります。ではこの季節の変わり目の自律神経のトラブルを、なるべく最小限にするためにやるべき対策についてですね、はい。めちゃくちゃ王道なんではありますが、でもやっぱり大事なことなんですよ。はい、こちらに5パー条書いています。はい。まず読んでください。規則正しい生活。はい、はい。なんかちょっと大変そうかなとか嫌だなとか思いがちなんですけど、私一つだけお願いしたいことがあって、規則正しい生活の中で、とても大事だと思っていること、何だと思いますか？やっぱり同じ時間に寝て同じ時間に起きること。そうですね。これはなんかできそうじゃないですか。もし、週末はちょっとできないにしてもウィークで5日間はやってみるとか、そんな感じであんまり負担をかけずにやっていくことが大事だと思います。特に起きる時間大事だそうですよ。起きる時間を毎日同じにすることはとっても大事です。2番、はい、体を温める。はい、3つはい。首、腰、足首ですね。ですね。はい、どんなものがありますか？山田しおり枕研究所の3つの場所を冷やさない、温める工夫のアイテム。これさえあれば3箇所しっかり温められます。首枕、ロール腰枕。これね、お腹と腰と両方温められるっていう優れものなんですよ。そうです。患者さんもみんなやってくださっているのでとっても嬉しいんですけれども、ご高齢の方から若い方まで誰でも使えます。寝るときもちろんなんですけれども、日中でもちょっとこの季節の変わり目で体調悪いときは1時間ぐらいつけてみるとか、こんな使い方いいと思います。3番目、足首を冷やさないということで、はい、いいですね。ふくらはぎと足首を冷やさないためには、山田しおり枕研究所のレッグウォーマーめちゃめちゃ売れてますからね。はい、皆さんも一家に1台と言わず一家に5個ぐらい買って用意してください。はい、ありがとうございます。では次、運動編。軽いストレッチ。あまりですね、これね、ガンガンやっちゃダメなんですよ。気分をリラックスして、もう一呼吸置いてゆっくり動きましょう。最後、水分補給。水分補給大事ですね。私も整形外科でたくさん患者様を見る中で、やっぱり年齢とともにちょっとやっぱり水分が足りなかったり、忙しい、仕事をされる方々はやっぱり日中水分ちょっと取らずにもうバーってね仕事に向かってしまうってことあるので、喉が渇かなくてもしっかり水分を途中で取るってことは心がけてほしいと思います。で、最後に耳が痛い話ですけど、スマホですか？特に寝る前のスマホ、ブルーライトをカットするとかしっかり予防してくださいね。ということで本日はこの季節の変わり目に起こりやすい症状、体の不調についてお話しました。キーワードは自律神経の不調。本当に簡単なこんなことからですね、自分の自律神経整えることってできるんですよ。私も本当実践してみて実感しておりますので、皆さんもぜひぜひ明日と言わず今日からやってみましょう。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。